ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、中国の国家の命運を左右する大きな出来事を取り上げようと思います。それは、人口の減少が確認されたのです。中国はこれまで若い人を中心にして人口が伸び続けてきているというのを一つ発展の原動力としてきました。しかし、人口減少になったということはそれに伴って、これまで発展の原動力となってきたことがことごとく失われていこうとしています。今回の動画ではそのことについて解説していこうと思います。それではどのようなニュースが流れているか、まずはそこを確認していきます。中国総人口2022年末61年ぶり減少、埋まらぬ出生減。中国国家統計局が17日発表した2022年末の総人口は14億1175万人で、2021年末から85万人減った61年ぶりに減少した。2022年の出生数は106万人減の956万人となり、2年連続で1949年の建国以来の最小を記録した。政府は3次制限を事実上廃止したが、少子化に歯止めがかからない。死亡者数は1041万人で、前年から27万人増えた。死亡者数が出生数を上回ったため、2022年末の総人口は減少に転じた。1949年、中国の人口は5億人ちょっと。そこから1980年代になって10億人を突破。そこから緩やかな人口増加は続き、現在の人口14億人に到達したのです。出生数は6年連続で前年を下回り、1000万人の大台もあった。直近のピークである2016年から5割減った。急速な少子化は長年の3次制限の影響が大きい。中国では1980年頃から続けた一人っ子政策の影響で、子供は一人で十分と考える家庭も多い。政府は2021年、すべての夫婦に3人目の出産を認めて、3次制限を事実上撤廃したが、養育費の高さから出産をためらう夫婦も少なくない。出生数を総人口で割った普通出生率は 0.677% と、建国以来の最低を更新した。今後は出産適齢期の若い女性が減るため、少子化はさらに加速しそうだ。長寿化もあって高齢化は進んでいる。2022年末時点で人口全体に占める65歳以上の比率は 14.9% と、前年末から 0.7 ポイント上がった。男性の法定退職年齢である60歳以上の比率は 19.8% で 0.9 ポイント上がった。働き手の減少は中長期の経済成長の足かせになりかねない。今回中国の人口が減少に転じたというのはまさに少子高齢化がどんどんと進んできたことを意味します。特に中国においては若い人たちが非常に多かったことが世界の工場と呼ばれるまでに日米欧からの資本を招き入れるには非常に良い土壌でした。若くてそして賃金水準の低い人たちが大量にいるのだから、これらの人たちを工場の労働員として大量に雇い入れ、大量に物を生産し、そして中国から輸出し、安い商品の消費を活発化させることができたわけです。このような成長モデルというものがだんだんと進むことによって、中国国内でもお金がどんどんと回り回って、さらに経済の規模を膨張させることにもつながっていきました。お金がなかった人たちがだんだんと働くことによって給料の水準も上がってくるし、そのような形で消費活動も活発になってくれば、不動産も買う人が後から出てくるのであれば、どんどんと地価は上がり、その地価が上がってくることを理由として不動産の転売などで儲ける人たちも出るなど、そのような地価の上昇といったものも経済規模の拡大に寄与しました。そしてこの不動産価格の上昇といったものは地方政府にとっても非常に大きな打ち出の小槌となりました。中国においては土地というものはあくまでも中国共産党の持っているものであり、その売買というのはあくまでも使用権に過ぎません。地方政府が持っていた土地やもしくは国有財産の中から土地を売り出すことによって得た大金というものがこれまでの中国にとって非常に大きな融通の利くお金として使い勝手が良かったのです。しかし近年では少しずつそうした錬金術のようなこともうまくいかなくなり始めました。不動産価格の頭打ちです。人口的に言っても若い人の数が少しずつ細ってきて、不動産をどんどんと買うような人たちが減ってくるのであれば、供給過剰となり、これまでの高値を維持することができなくなってきます。
ですから、借金をしてでも不動産をどんどんと買っていこうというその行動それ自体がなくなってくるのであれば、今度は逆回転が始まることとなります。そうしたこともあって全体としては経済的な動向としてこれ以上の発展には勢いがつくことはなかなか難しいだろうという考え方が一般的なものとなります。例えば中国経済はこのままどんどんと発展し続けてそのうちアメリカ経済を追い抜くだろうという長期予想をしていたところにおいても今回の人口の減少へと転じたのが予想よりもずっと早かったねということから人口が増えていくこの勢いがなくなったのが明らかであるのであれば経済規模の発展についてもやはりブレーキがかかるのは当然のことであり中国経済の発展はアメリカを追い抜くことなく力尽きて下がっていくだろうという予想へと転換しました。なお人口が1位になるのは今度はインドです。ただしインドの場合だと中国ほど画一的な経済政策が強力に効くというわけではありません。残念ながらインドは多くの言葉そして宗教やさらには古い身分制度による国民同士のいさかいなど足の引っ張り合いなどもありますからスムーズな経済発展が難しい面があります。そのため優秀な人がどんどんと欧米へと流れる傾向があります。例えばアメリカで経営者のトップ層にインド人が多いというのはインド国内においてはなかなか身分制度の影響などもあってうまくビジネスが展開することができなかったといった人も多いわけです。しがらみが多い中でうまくいかないよりもむしろアメリカのようなインド人同士の足の引っ張り合いがないところで経営者としての力量を発揮した方がよほど良いわけです。そうしたインドの話はまあ横に置いておくとしても超長期的な視点という意味においては若い人たちが多くて人口が多くて中国モデルのような経済発展をする次の国はインドからその次はインドネシアへと主軸は移っていくだろうと言われています。このように中国経済がどんどんと発展していくという未来は現在のところあまり考えられていません。もちろん勢いが下がっていったとしても現在の規模から一気にマイナス成長していくというわけではありませんからこれからもまだ中国の発展は一応は続いていくでしょう。しかし中国の人口が減少に転じたというのは少なくともこれまで中国が発展してきた理由といったものが少しずつ失われていくことを意味しているのであり経済発展について言ってもいずれは超低成長かもしくはマイナスへと転じるのは避けられないでしょう。一般的な動画だとはいここまでといった形で中国の発展が終わりを迎えるだろうという話で終わるわけですがこの動画であればやはり最後に付け加えるべき話はあります。というのも少子高齢化つまり人口減少による問題で国力の頭打ちそしてその後の低成長さらには経済発展が終わって衰退の道を歩むというこのシナリオそれ自体先を行っているのがどこの国かといえば残念ながら日本です。日本国内においては人口が急減することに対してそれでも良いじゃないかといった考えやみんなで貧乏になればいいじゃないかといったようなことを言う一応経済学者もいるのですが私はそれは間違っていると思います。中国において人口減少が始まったなこれから国力の衰退が見えてくるんだなというのが分かっている。だからこそ日本は中国の勢いが完全に衰えて脅威が去るそこまでは何とか我慢しなければならないし日本自身ももう一度日本の発展を目指すべきだと私は思います。そのためにはまず当面の間守りを固めるべく防衛費は上げるべきですしそうした軍事力の脅威とはまた別に存在している静かなる侵略に対しても対抗するために防諜機関と対スパイ法の設置そしてそのようなことを行う政策を維持していくためにも経済発展のための経済政策そして人口が急減しすぎるこの問題に対応するためにも少子化対策といったものを行わなければなりません。結局のところ何かだけをやれば何とかなるといった話ではなく外に対する守りもしなければならないし内側に対しても守りを固めなければならないそして経済発展を目指すそのための政策といったものや黙って国力が衰退するのを待つのではなくそのようなことにならないための少子化対策といったものもやらなければならないまさに総合政策というものが必要となります。本来であればこのような政策というものは昔から少しずつ取り組まなければならないものでした。しかし残念ながら日本政府は少子高齢化問題に対しても根本的な対策は取らなかったというのもありますし防衛政策についてもこれまではおざなりにしてきたのが事実です。だからこそだんだんと宿題が溜まってきてどんどんとハードルが高くなっているというこの問題
日本が生き残っていくためにはハードルが高くなっている政策にもこれからは取り組んでいかなければならないわけです。中国が人口減少に転じたことによって、これから発展の勢いは少しずつ衰え、いずれは低成長、そして衰退の道を歩みます。そのような道が見えているからこそ、日本もそのようなことにならないように、日本の政治にも厳しい目を向けていくことが大事だと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら、あなたの感想コメントの書き込みもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。